皆さんこんにちは。マイ暮らしを楽しむです。今日は100均のものを使って環境に優しい掃除方法でキッチンを掃除します。ずっと憧れていたナチュラルクリーニング、化学薬品を含む洗剤は使わずに自然由来の安心素材を使って掃除する方法です。おしゃれな響きに憧れていましたが、難しいイメージがあり踏み出せませんでした。しかし100均のものなら手軽にチャレンジできます。私が使うのは重曹クエン酸過炭酸ナトリウムです。こちらはセリア、ダイソーどちらでも販売していました。スプレーボトル、角型容器、チェックの布、黒いマスキングテープはセリアで購入しました。白いポスカはダイソーで購入しました。重曹はいろんなものを磨いたり消臭したりします。クエン酸は水垢などの汚れを落として消臭します。過炭酸ナトリウムはいろんな汚れを落としていきます。アルカリ性が強いので頑固な汚れ、排水パイプの掃除にも使えます。日本製のオキシクリーンの原料は多くは過炭酸ナトリウムです。なのでオキシ漬けの代わりとしても使えます。まず重曹を使って掃除します。水 200ml に対して重曹を小さじ1混ぜていきます。少しでも掃除が楽しくなるように好きなアロマを2滴ほど垂らします。私が選んだのはラベンダーです。ラベンダーは抗菌力が高く、水回りに発生しやすい黒カビの繁殖を優位に阻止すると言われています。他にもティーツリー、シナモン、タイム、フェンネルの精油が同様の効果があるそうです。好きな香りで掃除を楽しめたら嬉しいですよね。100均にもアロマは売っていますが、植物由来の精油ではないため、安全性と効能を考慮し、精油をおすすめします。楽天ルームに5本好きなアロマを選べるものを載せていますので、もしよかったら見てみてください。スプレーボトルが簡単に完成しました。このスプレーボトルで拭き掃除をします。ウィリアム・モリスのマスキングテープの柄のおかげで汚れは目立ちませんが、意外と汚れています。グリルのスイッチボタンの溝にホコリがたくさん溜まっていました。いらなくなった歯ブラシを使ってホコリをかき出します。IH クッキングヒーターの溝も歯ブラシを使って掃除します。入居して3年目になりますが、初めてキッチンパネルの部品が外れるということを知りました。きちんと部品を外して洗えるのはすごく衛生的なので助かります。上側の部品は手前側に引くことで外すことができます。そして押し込むだけで元に戻せます。そして右側にある縦長の部品はここの出っ張りと引っ込んでる場所を合わせながらカチッとこう押してはめます。ずっと気になっていた電子レンジの中を掃除していきます。私は電子レンジの掃除をずっとサボっていました。けれど頑固な汚れも油汚れに強い重曹スプレーで簡単にきれいにできました。取りきれない焦げなどは重曹に少しの水を混ぜてペースト状にし塗ります。30秒ほど置いたら拭き取ります。
冷蔵庫の拭き掃除も重曹スプレーを使います。重曹は匂い分子を吸収する性質があるので、下駄箱などの拭き掃除にも向いています。少量の重曹をそのまま冷蔵庫に置いておくのもおすすめです。匂いを取ってくれます。キッチンのシャワーヘッドを私は入居してからずっと掃除していませんでした。マイナスドライバーを使って分解します。クエン酸 200ml に小さじ1入れた水につけて洗います。思っていたよりかなり汚れていました。水に汚れがふよふよ浮いています。このシャワーヘッドで水を飲んでいたかと思うとちょっとゾッとしちゃいます。もっと定期的に今度はメンテナンスしていきたいと思います。クエン酸は水垢などの汚れを落とすのに有効です。蛇口周りを磨いていきます。最後に過炭酸ナトリウムを使って樹脂シンクを掃除します。過炭酸ナトリウムはオキシクリーンなどの主成分となっています。重曹を熱してできる炭酸ナトリウムと消毒液の成分である過酸化水素を組み合わせてできているため、自然由来で環境に優しく体への害も少ないのが特徴です。30度から50度のぬるま湯につけ置きします。袋で排水口を塞ぎ、お湯をためます。30分つけ置きしたら流します。黄ばんでいた樹脂シンクもきれいになりました。きれいになったキッチンで料理するのはいつもと少し違うお気に入りの空間になります。アロマを使って掃除したので、部屋中が好きな香りで満たされたように感じます。普段は一条工務店のおうち作りに関する情報や DIY、100均収納術など暮らしに少しでも役立つような情報を発信できたらと思い動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。